はい、皆さんこんにちは。今ですね、2月2日の0時58分、2月2日成り立てなんですけども、2月1日にビートアックスボリューム5のナヨンちゃんのね、ソロのステージを見てまいりました。本当にもう、このスタイルで見てたんですけど。会場に着いたのは4時とか。今まではね、買ったことなかったんですけど、今回ナヨンちゃんのソロということで、これをね、買ったんですよ、これ。こんな感じになるという。めっちゃ可愛くない？今回は、日本テレビが主催する音楽の祭典ということなので、前半はね、ネクスジの方々がパフォーマンスをして、後半ナヨンちゃんが出てくるっていう感じだったんですね。で、私、ネクスジの方々、初めて、見たんですけど、てかそもそも、その男性アイドルのパフォーマンスを生で見たことがなかったんですね。ダンスとかも男性ならではの結構迫力のあるステージで、ね、すごいかっこよかったですね。でね、ナヨンちゃんのステージなんですけど、でもナヨンちゃんも初めての日本でのソロのステージっていうことで、ちょっとやっぱ緊張感があって、で、1曲目、イントロが始まった瞬間に、やっぱりもう全員、ナヨンちゃんペンの皆さんですから、掛け声がすごくて、一気に盛り上がりがマックスみたいな状態。私ね、ナヨンちゃんの、アルバムの曲は本当に全部好きなんですね。本当にその中でも、特に好きな曲たちみたいなのの詰め合わせみたいな。だからもう本当に最高で、アルバムの収録曲にも振り付きでパフォーマンスがあって、ソロライブだから見れるものなので、すごい大興奮でしたね。今回ね、私一人で参戦したんで、心の中で、あーってなってました。All or Nothing はね、低音ボン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 っていう、すごい低音が響くじゃん。それがね、すごい好きなんで、それが聴けたのも嬉しかったし、ラップっぽいパートというか、かっこいいナヨンちゃんが見れて、すごい良かったですね。でね、キャンディーフロスは、ちょっと MC でもね、言ってたんですけど、キャンディーフロスって一緒に言ってほしい。って言ってたんで、ぜひね、次、本当にもし、またね、日本でやってくれる機会があるとするのであれば、みんなで言いたい。そしてね、5曲目、なんと、ここで、生き物係さんの気まぐれロマンティックをナヨンちゃんがカバーしました。本当にめちゃめちゃ偶然なんですけど、最近ね、ファーストテイクで生き物係さんが恋する乙女っていう曲を上げたんですね。学生の時に、ノスタルジアっていう曲とね、恋する乙女っていう曲をめちゃめちゃ聴いてたのを思い出して、生き物係さんのアルバム、最近めちゃめちゃ聴いてたの。懐かしいと思いながら聴いてたところだったんで、気まぐれロマンティックの、てててててててって流れ出した瞬間に、うわーって、ここ最近で一番でかい声出したかもしれない。もう、やっぱ当時も相当、聴いてた曲なので、歌詞とかね、もう覚えてんのよ。普通に歌詞見ないで歌えるの。もう一緒に歌ってた。ロマンティック、恋のアンテナは、つって。でしかも、なぜか、生き物係さんのライブ行ったことはないんだけど、なぜか体が、踊り覚えてて、ちゃんと踊ってましたから。もうキャンディー棒で踊ってた。
なよんちゃんはね、そのみんなに踊ってほしくて、この曲を準備したから、みんなに踊ってほしいって、言ってましたので、皆さんもね、ちょっと踊ってあげてほしい。しかもなんか、この曲って結構盛り上がる系の曲なんだけど、なんかものすごい感動しちゃった。しかもね、途中の感想部分のなよんちゃんがダンサーさんとかって踊ってるのがめちゃめちゃに可愛かったです。本当にあの映像を公式で出してほしい。残してほしいなぁ。もうなんかこれのライブだけにしちゃうのもったいないっていうぐらい本当に良かったですね。でね、その後バタフライ。なよんちゃんがね、こう、でね、バタフライのモーションをするのも可愛かったですね。そして、マジック。私が大好きな、LINE の、BGM に設定してた時期があるぐらい好きなので、やっぱり生でマジック見れたの本当嬉しかったですね。そして最後に A、B、C、D をやったんですけど、ポップもそうなんだけど、やっぱりなよんちゃんのソロのステージっていうこともあったので、もう掛け声をね、めちゃめちゃ練習していったんですよ。皆さんもぜひ ABCD を、もし生で見る機会があったら、本当に掛け声を言ってみてほしい。めちゃめちゃ楽しいので。ダンスブレイクパートの掛け声めちゃめちゃ楽しいのよ、もう。あそこからの流れ、めっちゃ楽しいんだよね、盛り上がりが。なよんちゃんのソロパフォーマンス、圧巻さというか、やっぱすごいなって思いましたね。もう会場の一体感もすごかったしね、ABCD ね。なんか、私の周り、ネクスチのファンの方々だったんですけども、やっぱりね、そのなよんちゃんのパフォーマンスを見て、いや、すごいわと。圧巻だね、と言ってましたので、嬉しい気持ちになりましたね。なよんちゃんの可愛さに打たれている方も結構いらっしゃって、ABCD 終わって、スペシャルステージみたいな感じになったんですね。ネクスチとなよんちゃんが一緒に、ダンス山手線ゲームそれで、最初なよんちゃんが、私先輩だから、一番最後行きますと。一番難易度の高い一番最後に行ってくださって、ネクスチの方々がね、結構優しくて、ところどころ、SOS の振り付けを入れてくれたりとか、ABCD の振り付けを入れてくれたりとか、ちょっとね、なよんちゃん、優しい感じになってたんだけど、なよんちゃんね、多分だけど、SOS の振り付けのとこ飛ばすっていう結局教えていただいて、すごい、それも可愛かったですね。周りの他の、一人目、二人目とかがダンスしてるのを見ながら、こうやって真似してね、一生懸命見てるなよんちゃんもめっちゃ可愛かったです。でね、最後、コラボステージっていうのがあって、ノープロブレムを、フィリックス君のパートをネクスチの方がやってパフォーマンスをしたんですけども、これもね、すごく盛り上がって楽しかったし、最後にね、私が大好きなラブカウンダウンをやってくれて、ネクスチの方々とコラボして披露してくださって、いつかね、生でラブカウントダウン聞きたいなと思ってたんで、もう本当に嬉しかったですね。体と共に、なんかもう一緒に口ずさんじゃうみたいな感じだった。ネクスチの方も、ものすごいね、歌がお上手で、大先輩のなよんちゃんの曲でコラボのステージに立つって多分だいぶ相当なプレッシャーがかかったと思うんだけどそれを感じさせないぐらい素晴らしいパフォーマンスで本当に最高でしたね。最後みんなで写真撮るときに
MC のね、アナウンサーの方が写真に入ってもいいですかってなって。で、なよんちゃんがね、センターって言って、アナウンサーの方をセンターにしてて、で、その横になよんちゃんいたんですけど、横で、その、なよんちゃんが、こう、ガーってやってるのが、まあちょっと、そのモニターにね、抜かれてたんだけど、めちゃめちゃ可愛かった、それが。その写真が早く上がらないかとね、ずっと待ってる、私は。ね、そんな感じで、楽しい一日を過ごすことができて、その帰りにね、後ろのね、同じくなよんちゃんファンの皆さんが、なよんちゃんもっとそのソロの活動を日本でしても全然需要あると思うけどなーって言ってて、でもそれなーって思った。まあこれなよんちゃんに限らずなんですけど、なよんちゃん、じふちゃん、ついちゃんとかね、もうちっちゃい規模でもいいので、そのライブとかあったらみんな行くよね。まあね、ちょっと忙しいので贅沢は言いませんが、もしね、本当に機会があればまたね、TWICE なよんとしてライブもあったらいいなとかね、ちょっと思いました。ね、ちょっとなよんちゃんの日本でのね、初めてのソロライブということなんで、まあなよんちゃん的にもね、そう最初の日本でのライブが嫌な思い出になってほしくないなと思ってたんで、いい思い出になるようにできたらね、嬉しいですね。そんな感じで今日のライブ広告は終了ということで、今日はね、じよちゃんの誕生日ということもありまして、おめでとうございます。またね、じよちゃんのハワイのね、旅行記も上げてくれてるので、次回はね、そういったものも見たりとか、そうだね、それも見れたらいいなという感じですね。というわけでね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。